お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロチアン佐藤です。今日はですね、視聴者さんからこちら焼き豚卵飯のタレというのをいただきました。ありがとうございます。焼き豚卵飯が愛媛のご当地グルメらしくて、今治の方なのかなのご当地グルメらしいんですけど、もう本当にご飯の上に焼き豚ドーン、卵ドーン、タレビャーみたいな情報だけで美味しいの確定じゃんっていう感じだと思うんですけど、それ用のタレだけなんか売ってるみたいで、本当はさ、このタレでチャーシューを煮込むのが一番それらしい味になるのかなと思ったんですけど、チャーシューをねこう市販のやつでも簡単に作れるよっていうのがこちらのタレのねコンセプトっぽいんですね。ただ私市販のチャーシューを買ったってさ、めっちゃ食べなきゃいけないからさ、それだったら作った方が早いじゃんということでチャーシューは仕込むことに決定いたしました。でこれのタレを仕込みに使っちゃうとせっかくいただいたタレがなくなってしまいますので、チャーシュー自体はちょっと別の私のタレで仕込むんですけど、このタレを後からかけることで焼き豚卵飯の味にしたいなというふうに思います。今日はね、でっかいやつ作ると卵がブツブツして気持ち悪いかなと思ったので、4人前ずつぐらいかな、4ターンいきたいなと思います。それでは作っていきましょう。見てね。はい、まず一つ目はシンプルに卵と焼き豚っていう感じのやつです。そそるー。何この見た目。焼き豚がね超いい色に出来上がりました。早速食べていきたいなと思います。いただきます。これはテンションが上がる。ちょっとここだけいっちゃおうかな。よー。
うまっ。甘めのタレですね、やっぱり。美味しすぎる。うまっ。焼き豚の柔らかさもやばい。めちゃめちゃ大成功です。だいぶ濃いたまり醤油を使ったので、色はすごいんですけど、見た目よりも全然しょっぱくなくて甘みが強いですね。うまっ。これはね、子供っちが大好きな味だよ、本当に。いや、最高。何が最高ってさ、卵を切るのと同じ力でさ、チャーシューが切れんのよ。ゼロカツ鍋やっぱすごいね。うわー、たまんない。この断面が見てほしいな。なあ、バラチャーシュー溶ける、本当に。卵の方が硬いかもしれんぐらいですよ。うううん。焼き豚やっぱ一回冷やしてから切るとほんと綺麗に切れますね。ただ今回は縛ってなかったので結構端っこの方はホロホロと崩れます。それがまたねご飯と混ぜるとでも美味しいんだがちょっとやだー、プルプル脂身ちゃんですよ。最後焼き豚に味を入れたタレをちょっとだけ煮詰めてかければ専用のタレなくても焼き豚卵飯は作れると思います。てかそれが多分元々の作り方だと思うんだけど、いやーでもこのタレがね絶妙な甘さですっごい進む。市販のね焼き豚使う時は本当にいいですね。軽く温めてお肉がこう柔らかくなってる時にご飯と一体化させてタレをビャーってかけてさ、はい、あっという間にまずは4人前完食です。美味しすぎる。次からはね、ちょっとトッピングをいろいろ変えてアレンジなバージョンを作っていきたいなと思います。どうぞ。はい、お次はもみのりと針生姜のっけバージョンです。いただきます。合いますね。合います。お海苔めちゃくちゃいいですね。お海苔と生姜の香りが加わるだけでだいぶ雰囲気が変わってうまいまたうまい。
うん。うん、はい、完食です。夢中で食べてしまうね。ほぼ無言で食べきったんじゃないかって今思った。生姜と海苔の香りが抜群ですね。近くのラーメン屋さんで豚飯っていうのを出してるラーメン屋さんがあって、もうちょっと塩気が強くて生姜と卵がないバージョンみたいな、なんか海苔が敷いてあるんですけど、ごま油かけたら美味しかったんですよ。だからこれもね、ごま油かけても美味しいんじゃないかなと思いました。チャーシュー焼く時にごま油ちょっと引いて焼いても変わってまたいいかもしれないと。あと2種類ありますので、次も作っていきたいと思います。はい、お次は大好きな大好きなネギだくで作ってみました。ついでにじゃん、余ったネギのところもスープにしまして、トロトロのネギわかめ卵スープで、卵がめっちゃいい感じ、白身もトロントロンのやつが理想ですね。ただこれをフライパンでやろうと思うとすっごい油使うね。まあでもいいんだよ。油がすごい使ってある卵の上にまたね、ごま油を上掛けするっていうね、ものすごい背徳的な高カロリー丼が出来上がっております。ネギだくいただきます。もういきなりスプーンでいいかな。ずっと卵タイムよ、これも。わあ、美しいね。美しいそうだよ、これ。うん。ネギ美味しい。夢中でバカスカ食べてたからさ、豚さんの部位によっての食感の違いとかまるで説明してなかったんですけど、こっちはロースかな。うん、口の中で繊維がほどけますね。スルスルスルっと。口バラ。うん。バラはもう皮のとこと脂身のところがプルンプルンです。結構残ったタレ煮こごりができてたんですけど、それでもまだまだプルプルが残ってますね。バラもロースも二回りぐらい縮むよね、こうギュッとなって。油も水分も抜けるのかな、やっぱね。うん。あ、これロースのほぐしですね。ほぐしチャーシューみたいな状態。うん。うまい。やっぱごま油めちゃくちゃ正解かも。ネギのシャキシャキとごま油の香り最高ですね。超合います。うん。白髪ネギがいつもと違うなーって気づいた人はすごい天才。すっごいよく見るとわかるんですけど、白髪ネギって作る時にさ、こうネギがこうあったらこう切ってこう刻むんですよ。繊維を全く立たない状態でこう刻むのですごい噛み切れないんですよね。でずっとそういう白髪ネギを切ってきてたんですけど、この前ねつぼる大賞の時に対決した菰田シェフが出てて、中華の菰田さんが斜めに切ってネギの繊維がこうあったらこういう感じで切っていくわけ。こう繊維を断ち切りながら白髪ネギにするから、噛んだ時の食感がシャクッとニューんだけどこうスッと切れるみたいな白髪ネギが作れるんだっていう風におっしゃってて、これだと思って今日はその白髪ネギにしたんですけど、超いいです。切り方で食感とか味が全然違うのがさ、めちゃくちゃ楽しい。うん。
もう私の作る白髪ネギはこれからも菰田さん式の繊維を断ち切る白髪ネギでやりたいと思います。もう何回もチャーシューをさ、いろんな感じでこう手を変え品を変えて作ってきたんだけど、今日のはもう最高ランクの出来ですね、私の作ったチャーシューの中で。うん。スープ飲まずに食べきるとこだった。ちょっとだけ片栗粉でとろみをつけてふわとろのスープになっております。うん。ああ。ほい。一気すぎる。すごい優しい味に仕上げたからドリンクのようです。具材もね、スルスルっといけるやつだしね。はい、完食です。ネギ最高。シャキシャキがね、たまんないです。2個目の時に思った通り、ごま油は最強に合います。最後の一杯がまだあるんですけど、辛くして食べたいなと思います。はい、ラストは辛マヨチャーシュー卵飯です。一味がたっぷりで、スープと今日はこちらじゃん、リラックスジャスミンティー、水と混ぜて薄めて使う濃縮したジャスミンティーなんですけど、これを今日は炭酸で割りたいと思います。乾杯。うん、美味しい。お茶をね、炭酸で割るの好きなんですよ。すごいのでもこれミルクで割ってもジャスミンミルクティーか作れるね。ラストの辛いやついただきます。マヨもたっぷりだからね。うん。あー、めちゃくちゃしっかり辛い。でもこれがいい。うん。マヨチャーは間違いないよね、マヨチャーは。よいしょ。うん。毎回一気に飲んでしまう、なんかツル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 と。
最高。はい、なくなりました。ごちそうさまでした。はい、ということで今日は焼き豚卵飯のタレを存分に使った愛媛のご当地グルメ焼き豚卵飯だった。今日の焼き豚のクオリティは史上最高クラスだったと言っても過言ではない。たまり醤油がめちゃくちゃいいコクを出してるのと甘めの味付けだったので、この焼き豚卵飯のタレとめちゃくちゃぴったりな焼き豚になっておりました。あんなね黒々したチャーシュー最初しょっぱいかなと思ったんですけど、やっぱたまり醤油なのでね色しっかりなんですけど濃厚な味で美味しかったです。とっても焼き豚卵飯のタレが何とも言えない本当に甘い味ですごい子供ちゃんが好きそうだなっていう感じの味をしてました。ものすごいお手軽ご飯なのでお家に常備してあると結構いいのかなと思いました。味がねしっかりしてるので野菜とか結構たくさん入れて食べても美味しいと思います。お届けくださった視聴者さんありがとうございました。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。またいろんな全国のご当地グルメもどんどん食べて皆さんに紹介できるといいなと思います。ぜひ旅行ができるようになったらね、またその現地で本場の味を食べるぞっていうね気合とともに今はこうね自分の手の届く範囲でご当地グルメを味わっていけたらなと思ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。愛媛も行きたい。